しっかり転がって、よし、プリミティアプレイヤーエールです。今回はローラーボムを作ってみようと思います。大量の火薬を転がして爆発させる強力な兵器にしたいので、うまくできたな。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは長い火薬の塊を慎重にサイズを測りながらゴムの上に召喚します。重量はちょうど500キロ、0.5 トンとなかなかの重さです。こちらを回転するように固定したら、ドローンの向きを変えて放射状に貼り付けていきます。ぐるっと一周貼り付け終わったところで、方向が違うミスに気づいたので、少しやり直しました。それから同じようにドローンを組み合わせた部品を奥の方にも取り付けたら、固定を解除して地面から切り離してみると、500キロの火薬の塊がスムーズに転がっていってくれました。でもこれだとただ転がっていくだけなので、起爆させる仕組みが必要ですね。そこでレーザーを遮ると爆発するレーザー信管を作ってみましょう。こんな感じでレーザーに日よけをつけた太陽電池を組み合わせることでレーザーを遮ると電気が流れなくなる仕組みを作ったら、そこに反転型のトランジスタをくっつければ逆にレーザーを遮った時に電気が流れるようにできます。この仕組みをコピーしてどんどんくっつけていきましょう。くっつけ終わったらタングステンとコンデンサーを追加することでこんな感じでレーザーを何かが遮ると爆発するようになるわけです。少しタイムラグはありますが十分機能しそうです。しかしセーブデータをロードするとその瞬間に爆発してしまいます。これを防ぐために配線を中心にまとめてコンデンサ1本で起動するようにして、コンデンサとの間に水晶を挟んで、電気を流すタイミングを遅らせることで、コンデンサの電気を一時的に止めて、データをロードした後の爆発を防ぐことができました。ここで固定を解除することで、ゴロゴロ転がって進んでいきます。そして、地面にある石がレーザーを遮ったところで、爆発してくれました。少しタイムラグがありますね。今度は地面に立てたゴムの柱を狙うと、ぶつかって火薬が折れた後、起爆して消し飛ばしました。耐久力の10倍以上の爆発ダメージを与えると、消滅する仕様だからですね。こちらを地面との固定を解除した状態で、設計図に登録しておくことで、召喚した瞬間、自走して攻撃できるかと思いましたが、なぜかそのまま爆発してしまいます。そうならないことがたまにあるくらいですね。なので、この謎の爆発を防ぐために、コンデンサの通電を遅らせる水晶をさらに増やしてみました。これならどうでしょうか。設計図に登録したら、早速召喚してみると、徐々に加速しながら、しっかり転がって、よし、ちゃんと爆発してくれました。これでローラーボムは完成です。攻撃範囲もなかなかすごいので、後ろに見える木を狙っても、周りを巻き込んでまとめて破壊してくれました。でも、大量に呼び出すと、誘爆してしまうので、注意しましょう。そして、古代のロボットを狙うと、爆発の範囲が広いおかげで、かなり離れたところで爆発しても、簡単に破壊できました。ロボットのスポナーも一撃で破壊可能です。続いて古代のコアを狙うと、それなりの距離で爆発させれば、簡単にダメージを与えて破壊できました。最終形態になった後も、広い爆発範囲のおかげで楽勝です。火薬500キロ分の爆発は、伊達じゃないですね。では、いつものように、巨大な木から狙っていくと、最初は手前の木を破壊していましたが、ある程度近づいて爆破することで、木の葉っぱが一撃で破壊されました。それからも、どんどんローリングボムを打ち込むことで、
他の木も簡単に破壊できます。クリエイティブモードじゃないとまともに使えない武器ではありますが、なかなか強力ですね。ドローン工場の壁を狙っても、しっかり近づいてから爆発してくれるので、壁に大ダメージを与えて消し飛ばしました。もう一発撃ち込むことで、内部のドローンスポナーも跡形もなく木っ端みじんです。続いて風力発電機を狙うと、一発目は離れすぎて風車だけの破壊でしたが、二発目は十分に近づいてから爆発したので、柱が消滅してくれました。やはりすごい威力です。それでは次は、こちらの雑魚キャラの大群を狙って、ローラーボムで攻撃してみましょう。果たしてどれぐらい倒すことができるんでしょうか。早速発射すると、一番手前の雑魚キャラに接触して爆発したのに、すべての雑魚キャラが吹っ飛んでいきました。すごい威力と爆発範囲ということがよくわかりますね。結局爆発する武器は火薬の量を増やせば増やすだけ強いです。ちなみに私の視点だとこんな感じです。こうやって設計図機能でローラーボムを召喚すれば徐々に加速しながら進んでいってレーザーが何かに接触して遮られると爆発してくれます。それでは最後はこちらの巨大スライムを狙ってローラーボムで攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。いきますよ。発射転がって近づいていきますが、ガラス部分をへし折って、そのまま画面外へ消えました。ガラスはレーザーを通すからですね。気を取り直してもう一度、爆発が起きるように、モノリスの方を狙って発射すると、やったー！56,093ダメージ。巨大スライムを倒しました。強力な爆発によって簡単に倒せましたね。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたローラーボムさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは